スマホとか誘惑に負けることはなかったですか？ああ、負けるから、負けないように環境を作ってたね。例えば家出る時とかっていうのは必ずスマホを家に置いていくとかっていう風にして自分を信じないっていうのが大事だね。はい、どうも皆さんこんにちは。サーリーの河野玄斗です。そして、まこです。今日はですね、はい。ゲンゲンさんに聞きたいことがあってやってきました。ほう、なんでしょ僕自身もなんですけど、う。受験生とか学生の悩みとして、勉強を続けられないっていうのがあると思うんですよね。へえ、なんで？それを、ちょっと、質問させてください。勉強を積み重ねるべきだと思うんですけど、どうしてもちょっとできない部分とかがあり、なるほど。お悩み相談も兼ねて、させていただけたらなと思います。はい、わかりました。はい。NG なしでね。NG なしで。NG なし質問コーナーね。はい。ちょっと緊張するな、そう言われると。そんなキワキワな質問はないはず。ないか。わかりました。答えていきましょう。そうですね。はい。毎日勉強していましたか？まあ、毎日してたかな。1日に何時間勉強していましたか？何時間だろう。考えたことないんだよね。なんかもうやれるだけやってたみたいな感じだから、何時間って思ってなかったけど、まあ12時間はやってたんじゃないかな。多分。いや、わかんない。やれるだけだからね。なるほど。努力して続けるという感じじゃなかったですか？まあ努力してるっていう感覚もあったけど、でも、そんなに苦痛じゃなかったね。むしろ、まあ勉強しなきゃいけない時に勉強できない時間の方が、まあ苦痛だったかもしれない。例えば、その司法試験受けてた時は、医学部の授業と両立させなきゃいけなくて、まあその時とかは、医学部の授業受けてる間は、いや、司法試験の勉強したいなーと思って、結構ストレス溜まってたから、むしろ達成したい目標があるんだったら、勉強しないと、いても立ってもいられないみたいな感じだったかな。目標を掲げるというのが大事ということでしょうか？そうだね。自分の中でこれを達成しないといけないみたいな理由がたくさんあるわけよ。例えば司法試験の時は、1年遅れたら、病院実習と試験が被っちゃうのよ。そうしたらもう絶対地獄になるって分かってたから、今年受かんないと本当にやばいみたいな。って思ってたし、かつ、その司法試験の勉強を始めたのも他の受験生と比べてかなり遅れてたから、いや、これみんなに追いつかないとな、みたいな焦りもあって、まあだから必要性をちゃんと担保しつつ、焦りもちゃんと適度にあったから、これは毎日やんなきゃなっていう自分の中でモチベが維持できたかな。先ほど勉強を続ける上で努力をしている部分もあったとおっしゃいましたが、その努力の部分で大切にしていたことは何ですか？大切にしてたことか。今努力したって言ってたけど、なんかこう一歩引いて、うわ、今自分努力してるように見えるなって思ってた節はあって、自分は結構メタ的に自分のことを見てたんだよね。努力してる自分いいな、みたいな。人生において、こんだけ努力する自分みたいなものを、なんか何かに向けて、本気で頑張れるっていう経験いいなっていう一歩引いてみてたから、それも含めて良かったなっていう。努力してる自分が好きみたいな。なんかすごい苦痛じゃなかったけど、まあでも傍から見たらこれ絶対努力してるでしょみたいな。こういう人生めっちゃかっこいいし、いいじゃん。自分への自己愛じゃないけど、自分が尊敬してる人に近づけてるなみたいな。そういうこう感覚があったから、それを含めて楽しめたんだと思う。その勉強を気持ちだけで続けるのって難しいと思うんですけど、何か工夫されていたことはありましたか？工夫か。まあ俺の場合は習慣化がもうすでにされてたから、そんなにきつくなかったんだよね。っていうのも、まあその初めてすることって結構労力いるじゃん。今日じゃあ10時間勉強するぞ、よしって思ったら結構きついと思うんだけど、毎日のように10時間勉強してたら、まあ今日も10時間勉強やるか、みたいな、すごいハードル下がるみたいな。だからもう俺今配信で毎週のようにまあ10時間やってるけど、別に苦痛じゃないんだよね。10時間今日もまたその日がやってきたか、ぐらいの感じで、全然苦痛じゃないというか、まあそういう習慣化するっていうのが一番大事な気がするね。そもそも習慣化に至るまでどういうプロセス？まあ最初は、例えばハードルを下げるとかってかなり有効だなって思ってて、10時間やるぞって思ったらきついじゃん。けど、一旦図書館行こうか、みたいな。図書館行くっていう、もうそれって家出る瞬間だけ頑張ればいいわけよ。
10時間やるぞは10時間頑張んなきゃいけないけど、家出る瞬間だけ頑張るっていうハードルを下げることによって、実際図書館行ったら、やることってもう勉強しかないじゃん。みたいな感じで、やるぞっていう目標の内容っていうのを、なるべく簡単なものに下げていくっていうのは、かなり有効な気がするね。確かに。そう。とりあえず、医学部の授業終わったら、図書館にこもるぞって決めれば、図書館行って何するってなったらもう勉強しかないじゃん。だから、何時間勉強したっていうさっきの質問で、俺何時間だろうわかんないなと思ってたのは、何時間するぞっていう気持ちでやってたからじゃなくて、これを終わらせたいな、とりあえず図書館行くか、みたいな。で、図書館行けばもうやれるだけやるわけじゃん。で、やれるだけやって、終わんなかったものはもうしょうがないわけだから、ベストを尽くしたわけだから。そんな感じで、毎日図書館に行ってたら、気づいたら勉強する習慣ができてて、気づいたら1日12時間以上、あ、今日もこんなにやったか、みたいな日が毎日続いてた、みたいな、そういうところにあるかもしれないね。なるほど。ちなみに先ほど、できなかった時はしょうがないからっておっしゃってたんですけど、1日単位でできたできなかったとかは、あまり気にしてなかったですか？だって、結局、受験って、1年とかの戦いだとして、1日できなかったからといって、それで合否に直結するわけじゃないんだよね。むしろ、できなかった時に、自分っていうのはこの量しか進まないんだ。だったら、こういう風にもうちょい効率的な勉強した方がいいな。あるいはこんだけ進められるんだったら、多少こういうところまで手伸ばせるなとかっていう、その勉強スケジュールっていうところを見直したりするわけじゃん。だからむしろ、達成できなかった。じゃあ、明日以降の勉強をどうつなげていこうかっていう改善の方に回していけば、むしろその1年っていう長期的な合格までの道のりの上では、大事な1日なのかなっていうふうに思うから、いいんじゃないかなって俺は思うね。受験って長期間の長期戦だと思うんですけど、途中でだれることってなかったんですか？俺はなかったね。俺の場合は、やっぱりめちゃめちゃ焦りがあったから、受験日が決まってて、その締め切り効果ってあるじゃん。例えばテストが明日に迫ってるってなった時に、ものすごい効率でバーッと詰め込んで、なんだかんだ試験に間に合うみたいな、そういう締め切り効果みたいなものがあると思うんだけど、それがもう常に効いてるみたいな状態だったから、俺の場合は割となかったかなっていう。その定期的に模試とかっていうのがあるわけよ。答練とかね。その予備校ではあるから、それをペースメーカー的に使うことで、この模試までにこれを終わらせるぞ、みたいな感じで、それを一つ一つをちっちゃな締め切りとして使って、それの連続で、勉強をひたすら続けてたから、結果、最後まで走り抜けられたなっていう感じかな。その締め切り効果っていうのを俺結構意図的に使ってるところあって、例えば、夏休みの宿題とかあるじゃん。普通は早めに終わらせようね、みたいな風潮があるわけじゃん。そうだね。でも、俺は、あえて夏休みが終わる直前まで宿題手つけてなかったんだよね。そうだったんだ。そう。夏休みの宿題やんなきゃなーって思いながら夏休み過ごしてんのって、すごい効率落ちるじゃん。そうだね。効率落ちるというか、夏休み満喫できないじゃん。勉強するにしても遊ぶにせよ、ずーっとちょっと嫌じゃん。気持ちとして。そうだね。ちょっと後ろめたさがあるというか。そう。だから、完全に、俺の場合はね、どうせ夏休みの宿題は、前日本気出せばなんとかなるって思ってたから、っていうのもそれは締め切り効果を俺は信じてたから、締め切りギリギリになったら、なんとかどうせ間に合わせるんだろうなっていうのは自分で分かってた。から、前日まで逆に一切忘れようみたいな。そういう風にして、完全にもうそのことを頭から除外して、前日だけもう死ぬ気で、もう徹夜して頑張るみたいな、そういうことをしてたね。それはちょっと考えてなかったですね。医学部と司法試験の両立の時とかも、司法試験の勉強をなるべく頑張りたいから、その医学部の勉強でさ、頭取られたくないじゃん。から、逆にその医学部の試験の直前以外はもう司法試験のことだけ考えるようにしてて、来週ちょっと医学部の試験あるからなーみたいな感じでずっとそこは頭取られたくないなっていうので、工夫して締め切り効果を使ってたね。ちなみに、スマホとか誘惑に負けることはなかったですか？負けるから、負けないように環境を作ってたね。例えば家出る時とかっていうのは必ずスマホを家に置いていくとかっていう風にして、自分を信じないっていうのが大事だね。俺は多分、
スマホを持ってっても、まあどうせ触んないような意思を持とうみたいな、そんなん無理じゃんっていう。どうせ無理やろって自分にこうあんま信用せず、じゃあそもそも触れないようにすればいいのではっていうことで、スマホを家に置いて自習室なりカフェなり行くみたいな感じで、自分に対してあまり負荷をかけずに、誰がやってもちゃんと同じようなことができるような環境を作るっていうことを意識してたかな。その日の気分とか、コンディションに左右されないように。そうそうそう。まあ、再現性っていうのかな。今日はちょっと自分の意志が弱いから、スマホ触っちゃった。じゃあ、ダメなのよ。受験って。俺はなんか頑張ってギリギリ耐えてるけど、この人が同じ環境だったらダメ。だったら、再現性はないというか、ほんと常にギリギリを攻めてるみたいな感じになっちゃうから、もうスマホ家に置いちゃえば、はい、じゃあそれ図書館行きます。何するってなったら、まあスマホもないし勉強するかってなるじゃん。だから自分の中では、あんまね、努力をしたっていう感じじゃなくて、だって別にスマホ触んないっていう強い精神力を持って日々勉強に勤しんでたわけじゃないわけよ。単純に工夫によって、なんか気づいたら、あれ俺努力してるじゃん。かっこよみたいな、そういう状況になるように自ら工夫をしてたみたいな感じかな。今日は勉強になりました。本当に。よかったです。本当に。勉強になった？いや、勉強になりますよ、マジで。いや。本当にありがとうございます。続けることが結局合格への近道だからね。学問に王道はなしということで、もう結局、量だからね、最終的には。いかに勉強するかが受験では大事だと思うので、まあ、ためになったなら良かったです。ということで今回勉強を継続するためのコツについて話してきましたが、ぜひ今回の動画を参考に受験当日までね、努力をし続けて合格を勝ち取ってほしいと思います。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。